末から、インフィニット酒スクールの YouTube の配信を始めたばかりなんですけれども、たくさんの方に見ていただけて大変嬉しく思っております。ありがとうございます。2026年始まったわけなんですけれども、先生どうですかね、今年のなんか抱負的な。今までずっと続いてきたものって20数年かけて作って、これは今ちょうど時期的に展開できるチャンスかなっていうふうなところに来たのと、あとお酒業界がやはりなかなか上向きっていうのが輸出頼みみたいなところもあるんですが、国内需要をもう少し活性化させたいっていうところはまずあって、それと人材育成をもう少しきちっとやりたいというところですかね。そこはまずステップの中ではスタートなのかなっていうふうに思いますね。ワインもね、うちのスクールやってるわけなんですけれども、日本酒とかワインに関わるお仕事の人には、やっぱりきちんとした知識を持っていただいて、それを、正確にお客様に伝えていただくことによって、よりファンを増やしていきたいとかね、国内需要を伸ばしていきたいっていう気持ちは非常にありますよね。そうね。やっぱりお酒だけ知っていても、なかなかうまく説明ができなかったりとかすることってたくさんあると思うんですね。なので、お酒も知り、ビールも知り、ワインも知り、他の飲料も知り、で、そして日本酒のいいところがこうであるというところの話ができる人がもっと増えてくれるとね、僕はね、そこはこれから、ただ単に飲むだけではなくて、ちょっと次のステップとして皆さんが楽しむ世界が広がるように、考えていきたいというふうに思っておりますけどね。はい。どんな感じでしょうか。はい。でも確かにね、私も昔先生に、日本酒とワインの勉強をここでやるのももちろん大事なんだけど、これからそれをお仕事としてやっていくんだったら、ビールもウイスキーもいろんなものをちょっと勉強して、そうすることで日本酒とかワインの理解がさらに深まるよっていうことを教えていただいたので、そこから結構ウイスキー、マデーラ、シェリー、いろんなものを、少しずつ勉強するようになったんですけど、本当にね、共通項も多いし、世界広がるし、日本酒にもすごく役に立つのでね、すごく良かったなと思いますね。なんかお酒の世界ね、本当飲むだけじゃなく、各世界の文化、そして日本の文化、すごくね、よくわかると思うので、ぜひ興味持っていただけたらなと思います。はい。日本酒に関しては、もうどこよりも、科学的に細かく教えていくスクールなんですけれども、こういった YouTube チャンネルご覧いただいて、さあ、インフィニット酒スクールちょっと行ってみたいよ、ここで学んでみたいよと思った方、いらっしゃると思うんですけれども、開講はいつでしょうか？もう、いつでも来たくなったら申し込めるのか、スタートが決まっているのかというところをちょっと教えていただければ。そうですね。一応うちのスケジュール的には、年間2回のスタートになっております。1月と7月の2回ですね。ちょうど今1月新年始まったばっかりということなんですけど、今2週目3週目が中級コースのスタートになってます。初級なんかもスタートになってちょうど3週目ぐらいですかねになっておりますので、まだ今すぐお申し込みいただければ対応はできると思いますし、もししまった逃しちゃったよっていう方は、振り替えをしてですね、次の2月に追いついていこうっていう形の対応をしております。そういう意味では多少融通聞かせていくような感じにしてますので、うまくご連絡いただければその旨、我々も対応していこうというふうに思ってます。なるほど。じゃあ1月なので、滑り込み1月からスタートができる、もしくは2月に入っちゃったら、例えば2月に2回受けて追いついてできる。そうですね。中にはね、3月ぐらいにもう1月2月分やっちゃって、なんとか3月に追いつきたいですっていう方もいらっしゃるのはいらっしゃるんですね。少数ですけどね、できないことではないです。はい。で、これって曜日って決まってるんですか？曜日は特に決まっているわけじゃないんですが、年によってスタート時期に決まってますので、一応ホームページに出ております。で、大体月で3コマ、お好きなところに来ていただくということで、1コマ選んでいただくっていう感じですね。今月ですと、3週目なので、日曜日もしくは土曜日が1つ入っていて、平日の昼、平日の夜っていうパターンになっているので、そこからお選びいただいて、来ていただくと。でただ毎月同じ曜日でなくても結構ですし、うまく調整しながら受けていただいて、もしも何らかの理由で都合が悪くて来れなかったと、そういう時は、私の方と日程を調整して、受講いただく日にちを調整してですね、個別という形になりますが、振り返っていただくっていうやり方も対応しております。はい。じゃあその辺は、ホームページに書いてあると。はい。いうことですので、あとわからない方は、お問い合わせいただければと思いますので、はい、ぜひ来ていただければなと思います。初級、中級、上級、プロ、そしてプロが卒業されれば、分析、テイスティングコースあるんですけれども、私は
引き裂け師を持っていたので、中級からスタートしました。なので、利き酒師の資格もしくは酒ディプロマをお持ちの方は中級ぐらいからのスタートがいいかと思いますが、それよりももうちょっと、まだ日本酒好きになり始めたばっかりみたいな方は、やっぱり初級から受けていただいた方が、理解しやすいと思います。そうですね。やっぱ初級って本当基礎ベースなので、お酒って何っていうところをやっぱりベースは知っておいてもらった方がいい。で、大体専門用語とかもね、結構難しいことが入ってきますので、そこは初級できちっとやっていただいた方が、中級に来た時にスムースにいくということなので、やはり全然まだ分かんないよって方は、初級入ってきてもらった方がよろしいかなというふうに思います。難しいですよ。上級クラスになると、一気に、私もなんか何言ってんのかわからないようなことも過去ありましたので、やっぱり中級から受けた方がいいんだと思います。SSI さんで、佐賀賞とか修学講師とか、受けられてこられる方いらっしゃるんですけども、昔はね、対応してたんですが、やはり科学ってやっぱりこう深いんですよね。で、用語を知ってないとやっぱ進まないし、なんでこれができるのかっていうことを中級でやっておかないと、上級来てもね、はっきりとついてこれない。なので、やはりそこは中級に入ってきてもらって、発酵とは何ぞやっていうところをしっかりやってもらってから、それから入ってきてもらった方がスムーズに進めれると思いますね。結構自分は詳しいよって思っていても、おーって目から鱗なお話は多々あると思うので、ぜひ中級から受けていただければいいなと思います。体験あります。はい。体験コース、お試しコースですね、あるんですが、時間は2時間ってショートのコースなんですが、お酒って何ぞやとか、そして多少テイスティングするときってこういうことを中心にやっていくよっていうことを、何をテイスティングをしていくのかっていう根本論ですね。そこちょこっと話して、こういうことをやっていくんだよっていう話をして、こういう感じでやっていくんだってことを知ってもらってから、入ってきてもらうというふうな感じでしょうかね。で、体験されてほとんどの方は入ってこられてます。やっぱりもう頭がいくぞってなってるんだと思いますけどね。5500円になります。1コマ2時間。テイスティング4つ付きってなんかおまけみたいな感じですよね。はい。で、そこでザクッとしたお話をしながら、酵素って何ですかねとか、普段はあんまりお酒って何っていうことってあんまり喋らないと思うので、そこを実際に何だと思いますっていうところから、そういや、ほじくってなかったよねっていうところから、そういうことからやっていくんだよねっていうことがね、分かってくれば、ふーんっていう話になっていくんで、そのふーんっていう話が次進まないと、興味っていうか自分の知りたいことが分かんないっていうことで終わっちゃうので、それをクリアにしていくっていうのが一つ目的としてはあると思いますね。もう一人で、ホームページに出てます。はい。名古屋港ね。今一応名古屋港も、実施してるんですけども、ちょうどスタート時期が8月にずれ込んだので、今1年やってみて、そして次っていうことなので、ちょうど半分今行くかなぐらいのところですので、もう少ししたら名古屋、次のスケジュールをちょっと作っていこうということなので、もし名古屋の方にご興味があるっていうことでしたら、いただければ大丈夫かと思います。そうですね。はい。そうですね。スポットとかでやった方がね。そう、関西エリア、それから北海道エリア、九州エリアで、インフィニット酒スクールのスポットで、ちょっと講座に行きたいですね。はい。結構ね、わざわざ来てくださってるんですよ。全国各地からね、通ってくださってるんですけど、やっぱりね、周りに通うのはちょっと難しいけど、興味あるっていう方はたくさんいらっしゃるって、お話いただきますので、本当毎月行くことはできなくっても、何ヶ月かに1回で講座をできたらいいなっていうのは思ってますので、ぜひ来てっていう方いらっしゃいましたら、お声をかけください。行きます。はい。過去ね、名古屋と大阪やってるんですよ。で、名古屋の方はヒットしちゃって、名古屋港できちゃった。そうですね。そんな感じです。で、大阪もね、わーっと来られました。50人ぐらい来たのかな。それで、きっかけは作れましたけど、なかなかね、場所確保するのは大変なもんですから、誰か、地域でね、私、事務局やってもいいよっていう人がいたらね、ぜひ手を挙げていただいたら、こちらもしっかり考えたいと思います。よろしくお願いいたします。